経営へ、奥の細道。Presented by Ed Hawk。今回のテーマは、知っておきたい、契約、です。皆さんが、事業を行うと、あらゆる取引で契約が必要になります。契約は、法律よりも優先する場合が多くあります。事業家にとって、契約の知識は重要です。まずは、契約とは何か、から考えてみましょう。契約は、売ろう、という意思表示と、買おう、という意思表示が合致したときに成立します。民法は、契約の行為においては、当事者間の合意で自由な権利義務関係を作れるという、契約自由の原則をとっています。契約が成立して、その効力が発生すると、当事者間に、権利と義務が発生します。権利は、債権、と呼ばれ、売った人には、代金を請求する権利が発生します。同時に、買った人には、物の給付を請求する権利が発生します。義務は、債務、と呼ばれ、売った人は、物を給付する義務が発生します。同時に、買った人には、代金支払いの義務が発生します。では、契約には、どんな種類があるのでしょう。まず、契約の効果に着目してみましょう。物の売買が典型の、当事者双方に、債権、債務関係がある契約があります。これを、総務契約と呼びます。贈与や貸借が典型の、当事者の一方だけが義務を負う契約があります。これを、変務契約と呼びます。同じ状況ですが、債務に着目した場合にはどうなるでしょう。物の売買が典型である、総務契約は、当事者双方が、経済的、財産的な支出をすることを意味しています。これを、有償契約と呼びます。一方、贈与や貸借が典型の変務契約は、当事者の一方だけが義務を負います。これを、無償契約と呼びます。民法が規定する契約について、概要を見てみましょう。これは、典型契約と呼ばれており、一般に行われる契約の典型として、法律で規定されているものです。贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解の13種の契約です。まず、贈与についてです。贈与の契約とは、自己の財産権を無償で相手方に与える契約を言います。贈与者が贈与の意思を表示し、受託者が受託の意思を表示することで、贈与契約が成立します。贈与契約には、当事者間の意思表示の合致が必要です。贈与者側のみが債務を負う、変務契約です。受贈者側が無償で利益を得る無償契約です。意思表示の合致のみで成立しますが、書面によらない贈与は撤回できるとされています。売買についてです。売買の契約とは、当事者の一方が、ある財産権を相手方に移転することを約束して、相手方がその対価として、代金を支払うことを約束することによって、成り立つ契約です。売り主と買い主が、売買に合意することで、売買契約が成立します。売り主は、目的物を買い主に移転し、買い主は、その代金を支払います。売買契約の当事者は、売り主と買い主です。買い主と売り主の双方が、債務を負う総務契約です。売り主は、財産権移転義務を負います。注意が必要なのは、売り主は、移転した権利の、第三者対抗要件の具備に協力する義務を負うことです。すなわち、第三者が、目的物の所有権を主張した場合にも、それに対抗できる要件を準備することです。不動産の、登記権利書、などが、その典型です。そして、もう一つ、注意が必要なのは、売り主の担保責任として、損害賠償義務や解除権等の規定があることです。すなわち、目的物が契約の内容に適合しない場合、売り主は責任を持たなければなりません。クーリングオフ制度で、一方的に契約解除ができるのは、この典型です。交換についてです。交換の契約とは、当事者が互いに財産権を移転する契約です。
当事者間で交換に合意することで交換契約が成立します。当事者が互いに財産権を移転する契約です。交換契約は、当事者双方が相手方に対して財産権の移転義務を負います。当事者の双方が債務を負い、かつ支出をする、総務、有償契約であると言えます。貨幣制度が発達している今日では、交換契約が社会生活の場面で登場することは、極めて少なくなっています。消費貸借についてです。消費貸借の契約とは、借主が貸主から一定の金銭などを受け取り、これと同種、同等、同量のものを返還することを約束する契約です。貸主と借主の間で消費貸借の合意、すなわち、借りたものと同等のものを返還する約束をすることで、消費貸借契約が成立します。貸主から金銭等を受け取った借主は、同種、同等、同量のものを返還します。消費貸借契約は、貸主は債務を負わない、返無契約です。返還が無利息の場合は、無償契約です。利息が発生する場合は、有償契約になります。注意しなくてはならないのは、返還時期を定めない場合は、貸主が催促しないと借主に返還義務が発生しないことです。貸主は、期間を定めて返還請求をする必要があります。使用貸借についてです。使用貸借の契約とは、借主が無償で使用した後に返還することを約束し、貸主から物を受け取ることによって成立する契約です。貸主と借主の間で使用貸借の合意、すなわち、後で返す約束をして、無償で借りることで、使用貸借契約が成立します。貸主は、無償で物の貸し渡しをします。使用貸借契約は、借主が一方的な利益を受ける無償契約です。借主に返還責務があるだけの返無契約です。使用料金や収益の対価を支払った場合は、使用貸借の範疇を超えているため、賃貸借契約となります。使用貸借契約の多くは、親族や友人との間で取り交わされているものです。貸主は、担保責任を負わない原則ですから、貸し渡ししたものに不備や欠陥があっても、責任を負うことはありません。そして、用が済めばすぐに返還することが基本です。賃貸借についてです。賃貸借の契約とは、賃貸人が、賃借人に目的物の使用をさせ、その対価として、賃料を支払うことを約束する契約です。賃貸主と賃借主の間で、賃貸借の合意をすることで、賃貸借契約が成立します。賃貸主と賃借主、双方の合意により、賃貸主には貸借権が発生します。賃借主は、賃貸主に、賃料の支払いを行います。賃貸借契約は、賃借人の賃料支払い義務による有償契約です。賃貸人と賃借人との総務契約です。賃貸借契約で注意が必要なことは、賃貸人に目的物の修繕義務があること、さらに、賃借人が修繕した費用については償還義務があることです。賃借人は、目的物を保管し、契約終了時には返還する義務があります。雇用についてです。雇用の契約とは、被用者が労務を提供し、使用者がこれに対する対価として、賃金を支払う契約です。使用者と被用者の間で、雇用の合意をすることで、雇用契約が成立します。被用者は、使用者に対して労働を提供します。使用者は、被用者に賃金を払います。雇用契約は、被用者と使用者との総務、有償契約です。使用者は、被用者に対して、賃金支払いと安全配慮の義務が課されます。期間の定めをした契約は、期間満了で終了します。注意が必要なのは、期間の定めのない雇用契約です。被用者側から辞める場合には、契約を終了させたい日の2週間前に予告をすれば良いとされています。しかし、使用者側から契約を終了させたい場合、要するに解雇したい場合は、労働者保護の立場から、労働基準法が優先されます。少なくとも、30日前に予告する必要があります。請負についてです。請負の契約とは、請負人の一方が、
ある仕事を完成することを約束し、注文主がその仕事の結果に対して報酬を支払う契約です。注文者と請負人の間で請負の合意をすることで請負契約が成立します。請負人は注文者に完成品を引き渡します。注文者は請負人に請負代金を払います。請負契約は仕事完成と報酬支払いによる有償契約です。すなわち仕事の完成が大前提となります。完成した仕事に対する対価の支払いですから総務契約です。仕事の完成度、引き渡し後の貸担保等、請負契約約款の整備が重要です。仕事の完成が条件ですから、基本的に仕事が完成しない場合には報酬請求はできません。あくまで、引き渡しと報酬支払いは同時履行の関係にあることに注意が必要です。委任についてです。委任の契約とは、委任者が法律行為を行うことを相手方に委任し、受任者がこれを承諾する契約です。弁護士との契約などが該当します。委任者と受任者の間で委任の合意をすることで委任契約が成立します。受任者は委任者に代わって法律行為を行います。有償契約の場合は委任者は受任者に報酬を支払います。委任契約は本質的には受任者のみが義務を負います。基本的に委任者が無償で利益を得る偏無償契約ですが、特約により弁護士報酬の支払いを行う場合などは総務有償契約になります。委任契約の特徴として受任者には全館注意義務があります。委任契約では受任者は業務の成否の責任を問われることはありませんが、善良な管理者の注意をもって処理することが義務とされています。受任者は仕事上受け取ったものの引き渡し義務があります。また、受任者には、委任者や利害関係者からの預かり金を消費してしまった場合には、その支払い義務があります。寄託についてです。寄託の契約とは、受寄者が、寄託者のために保管をすることを約束して、物を受け取る契約です。倉庫業などが、それにあたります。受寄者と寄託者の間で、寄託の合意をすることで、寄託契約が成立します。受寄者は、寄託者から物を預かります。有償契約の場合は、寄託者は受寄者に保管料を支払います。寄託契約は、本質的には受寄者のみが義務を負います。寄託者が無償で利益を得る偏無償契約ですが、報酬支払いの特約により、総務有償契約になります。有償寄託の場合は、受寄者には全館注意義務が発生します。寄託者の承諾なしに第三者に保管を任せることはできません。組合についてです。組合の契約とは、数人の当事者がそれぞれ出資して共同の事業を営むことを約束する契約です。組合員が出資して共同事業に合意することで組合契約が成立します。組合契約は、組合員の当事者全員が出資の義務を負います。そして、各組合員がそれぞれ業務執行権を持ち、業務執行による責任は各組合員が負うことになります。組合は次の場合に解散します。目的とした事業が成功したとき、または不能になった場合。契約で定めた存続期間が満了した場合。契約で定めた解散事由が生じた場合。組合員全員が同意した場合。です。終身定期金についてです。終身定期金の契約とは、債務者が自己、相手方、または第三者の死亡するまで、債権者、または第三者に定期的に金銭、その他の代替物を給付する契約です。例えば、死亡するまで生活費を送り続けるような場合です。当事者間で終身定期金の合意がされると、終身定期金契約が成立します。契約が成立すると、債務者は相手方、第三者への給付を定期的に行います。今でいうところの保険会社と結ぶ年金保険の契約と類似しています。終身定期金契約は偏無契約です。債務者が元本を授受して定期給付を開始するという有償契約もあります。
しかし、現在では年金制度が整備されているため、実際にこの契約がなされることは稀です。典型契約の最後、和解についてです。和解の契約とは、当事者が互いに譲歩して、その間に存在する争いをやめることによって成立する契約です。争っている当事者間で譲り合って和解に同意すると、和解契約が成立します。和解契約は、有償、総務契約です。和解の内容が法律関係とは異なっても、和解が成立した以上は、契約が優先して、当事者は和解の内容に拘束されます。皆さんの事業の成功のために、ぜひともチャンネル登録をしていただき、次の課題に進んでください。